今から検証を始めていきたいと思います。多分トモさんも検証を始めてる頃だと思うんで、僕も頑張っていきたいと思います。この家はですね、先ほどもお伝えした通り、10年前に殺人のあった家と、でそれ以来事故物件、ということでなっているんですけれども、被害者は3人家族のご主人、加害者が40代の息子さん。理由だとか事情はわからないんですけれども、それ以来賃貸として貸しに出てはいるんですけれども、それ以来借り手は一切ついてないということです。今ですね、この階段を映しているわけですけれども、何人もの方が不動産屋さんに紹介されて部屋の中を見に来てるんですよ。ただ誰も借りない。シングルマザーの方が子供とですね、この家を見に来た時に、この家に入って早々子供がこの上を指さしながら、知らないおじちゃんがいるっていうことで泣き叫んだらしいんですね。その他にもですね、先ほど僕も聞いてるんですけど、やっぱりこの1階を例えばこうやって見て回ってると、2階から足音だとか人のボソボソ喋る声が聞こえると。来週取り壊しが決まってるということもあって、誰も案内にも入ってないんですけど、ここの家を紹介されて見に来る人が何らかですね、違和感を覚えて、結局借りないという状況が今まで続いているということです。この兄弟、これもね、今定点でずっと撮影してるんですけど、この兄弟が一番ですね、問題がありまして、10年前その事件が起きてから母親は行方不明になってしまったらしいんですよ。家主の方のですね、親戚の家族に、3人家族にこの家を貸してたらしいんですけど、母親は行方不明になってしまったと、その後ね。で、その母親って言っても70代の方なんですけれども、が大事に、していた、おそらく嫁入り道具であろう、兄弟がこれ。で、他のものは全て処分をして、で、これだけはですね、処分せずに、その家主の方が倉庫で保管をしてたらしいんですよ。ただそこからものすごい怪奇現象が頻発するようになってしまったらしくて、でそれもですね、どうやらその被害者の方の男性らしき人をですね、夜中に見るようになってしまったと。この兄弟の置いてある倉庫からその被害者の男性の声がですね、夜な夜な聞こえてくるっていうようなことも言っておりまして、処分するのもなかなか気が引けるということで、ずっとここに保管してあるらしいんですよね。そうなると家というよりはこの兄弟が原因じゃないかっていうふうに僕も思うんですけど、気味悪いですね。三面鏡、かなり年季が入ってるな。メイドインフランス65って書いてあるな。65、50年ぐらい前のものか。特に何も入ってなさそう。これあれだね。ついてるのなんかあれだよね。チーク。特に他には何も入ってない。見えないか。なんか今兄弟を、やばい、ちょっと混乱してるな。落ち着け。今兄弟を触ってたんですけど、見てわかるかな。別にささくれがあるとか尖ってる場所とかがあるわけじゃないんですよ。もちろん木なんであれなんですけど、別に怪我するような部分は何もないし、僕自身も一切今痛みがあったわけじゃないんですけど、指が切れてて、いつの間にか土地とかついてんだよね。
多分僕の血なんだけど、どこで切れたんだろう今。で今僕がなんでそんな指が切れたぐらいでちょっとテンパってるかっていうと、家主の方のエピソードの中の一つにですね、その事故が起きてから家主の方のお孫さんがですね、この兄弟で怪我をしてるんですよ。でその時も一切今と同じように怪我なんかするところどこにもないのに、それで怪我をしていて、でその時にそのお孫さんが言ってたのは、知らないおじさんが手を引っ張ってきて手を食べられたということを言ってたみたいなんですよね。ちょっとマジでこんな大きいんだ。ちょっと一回下行くか。では今からね、もう一つ、家主の方が言っていた話を実践してみたいと思います。今ですね、僕がいるのは階段。事件の第一発見者の方が、この家に訪れた際に、いつものように、玄関をねガチャッと開けてさーんって呼んだらしいんですよ。さーんってね、そうしたら男性の声ではーいって階段の上から聞こえたと。さーんって呼びながら、部屋の中、それがいつもそうやってやってたっていうことらしいんですけれども、さーんって言いながら家の中に入っていくと階段の上からはーいってずっと聞こえてたと。で上にいるんだと思って、その第一発見者の方は階段登っていった。すると上で、血まみれ、血の海、全身を何十箇所も刺された、ご主人の遺体があった。その話をですね、家主の方が、実際この場で、他の方に話をしていたらしいんですよ。こういうふうに発見されたと。でその時に返事をしたということを、の状況をですね学べるように、やったらしいんですよね。するとその時も上からはーいって聞こえたらしいんですよ。それを今からやってみます。僕の視点は今こんな感じ、真っ暗。お父さん、何これ充電マックスの状態で切れたんだけど、ちょっとやばい。さん、えちょっと待って。今の疑心じゃないだろ。階段降りる音。ちょっと待って。やばい。階段降りてくる音したよね。びっくりした。ちょっとマジかよ。ちょっとこれ言って。何も変化ないように見えるけど、一応家主の方はですね、この、兄弟が、頻繁に開いたり閉じたり勝手にしてると。でガムテープをぐるぐる巻きにしても、それが破られて、パッと見ると開いてるっていうようなこともあったみたいですけれども、今回は特に異常ないけど、さっきのとは何なんだよ。
しばらく、検証して、帰ります。この部屋入った時に思ったんですよ。玄関のとこにいきなりタオルみたいなのが敷いてあったんですよね。これなんですけど。いや、これさ、もともと白かったんじゃないかって思うんですよね。この今手紙を読んだからかどうか知らないんですけど。いや、急に空気が重くなったような気がします。ちょっと待ってね。これさ、何これ。親父のせい。親父のせい。いや、いや、どんなね、感情を持ってたのかわからんけど。ちょっと待って。いや。なんかね、物音が、やばくなってきてる気がする。急に重い気配っていうかさ、人が近くにいるんじゃないか。さっきこの部屋に入る前に感じたようなさ、人がいるんじゃないかっていう気配。いやー、ちょっとえぐいな。ちょっともう帰りたいっすね、ここは。
あれ中から声聞こえなかった。ちょっと待って。ひどい、何よこれ。間違ってないかな。ちょっと待ってね。いや、大丈夫かなこれ。優しくなる。仕事を見つける。人生いいことある。俺はやれる。親父のせい。死後1週間以上経過しているのですが、発見された日の前日に隣室の方がこの部屋から男性の何々を聞いています。